良くなりたいのだ。学問の神様孔子様にお祈りするのだ。あら、珍しく神頼み？でもずんだもん。孔子って勉強ができる優等生のイメージしかないなら、それは大間違いよ。違うの？世界三大聖人の一人ですごいおじいちゃん先生じゃないのだ。実は彼、政治家としては美女と馬に負けて挫折したかなりの負け組なのよ。美女と馬、聖人らしからぬワードが出たのだ。そう、彼が理想の国を作れなかった泥臭い理由、それはハニートラップだったの。今回は教科書には載らない孔子の黒歴史ともいえる挫折人生を解説するわ。聖人がハニトラに引っかかったってこと？詳しく聞きたいのだ。完璧すぎて嫌われたのだ。まず孔子が活躍したのは中国の春秋時代、魯という国の出身よ。彼は50歳を過ぎてからようやく政治の中枢に抜擢されたの。遅咲きなのだ。いきなりトップに立てたのだ。大志向という今の警察庁長官と司法大臣を兼ねたような要職に就いたわ。そこで彼は驚異的な手腕を発揮するの。具体的に何をしたのだ？法と秩序を徹底させたのよ。その結果、魯の国では道に財布が落ちていても誰も拾わないくらい治安が良くなったと言われているわ。すごいのだ。日本みたいな治安の良さなのだ。さらに外交でも隣の大国仁志相手に巧みな交渉術で奪われた土地を取り返すという大金星を挙げたの。文句なしの英雄なのだ。なんでそれが失敗するのだ？あまりにも有能すぎたからよ。民僕の仁志は焦ったわ。このまま孔子が魯を強くしたら我が国は飲み込まれてしまうってね。なるほど。出る杭は打たれるなのだ。そこで仁志の国が考え出したのが軍隊を送ることではなく孔子を精神的に追い詰めるある卑劣な作戦だったのよ。美女と馬のハニートラップ。それがタイトルの美女と馬なのだ。ご名答。仁志の国はえりすぐりの美女80人と立派な馬120頭をセットにして魯の君主である帝公にプレゼントしたの。美女80人、とんでもない規模のアイドルグループなのだ。目的は君主を骨抜きにして政治をダメにすることよ。帝公はこのプレゼントに大喜び。朝から晩まで美女たちの歌や踊りを見て政治をほっぽり出しちゃったの。はちゃ、男の悲しいせいさがなのだ。でも孔子はどうしたのだ？しんなりおやめくださいで止めたんじゃないのだ。もちろん諌めようとしたわ。でも帝公は美女と馬に夢中で孔子の言葉なんて右から左。さらに決定的だったのが国の重要な儀式である祭祀の後、神様に捧げたお肉を家臣に配る習慣があったくんだけど、そのお肉が孔子の元に届かなかったの。お肉が届かない。ただの配送ミスじゃないのだ。これはお前はもういらないという無言の骸骨土みたいなものよ。完璧主義者の孔子はこれに絶望したわ。女と馬にうつつを抜かすような君主の下では理想の政治なんて無理だってね。うわ、切ないのだ。結局長年仕えた国を自分から出ていく羽目になったのだな。そう、これが聖人孔子が政治家として完全に敗北した瞬間だったのよ。草加の犬と呼ばれて。国を出てからはどうなったのだ？別の国で活躍したのだ。それがね、ここからが本当の地獄よ。孔子は理想を受け入れてくれる君主を探して14年間も諸国を放浪するんだけど、どこに行っても採用されなかったの。あんなに有能なのに？彼の理想が高すぎたし説教臭くて扱いづらかったのね。ある国では命を狙われ、ある国では食料が尽きて餓死寸前になり、悲惨すぎるのだ。ある時道にはぐれた孔子の姿を見た人が弟子にこう言ったそうよ。あそこにまるで葬式の家から追い出された犬のようにヨレヨレになった老人がいたぞ。で、負け犬扱いなのだ。ひどい悪口なのだ。でもそれを聞いた孔子は何て言ったと思う？その通りだ、言えて妙だなって笑い飛ばしたのよ。メンタル強すぎなのだ。この14年間の放浪と挫折の中で彼は政治で世の中を変えることを諦め、教育で人を育てることにシフトしていったの。その結果生まれた言葉の数々が今の論語に残っているのよ。まとめ。美女と馬に負けて国を追い出されたのが逆に良かったってことなのだ。そうね。もし孔子が魯の国で順調に出世してただの優秀な政治家で終わっていたら、儒教という教えは生まれず、ただ歴史の教科書に一行載るだけの人だったかもしれないわ。失敗したからこそ2500年も残る先生になれたのだな。
大きな挫折や泥臭い失敗こそが人を成長させる一番の糧になるのかもしれないわね。さてずんだもん、孔子の苦労を知って少しは勉強する気になった？もちろんなのだ。僕もまずは美女と馬をもらえるように偉くなる努力をするのだ。全く教訓が身についてないようね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。